私がコミジュルに来たのは3年ほど前のことです。まだ長いというほどではありません。そうかい。それまではジングオン派という組織にいました。私はそのリーダーの影武者だったわけです。影武者ってと替え玉のことだよな。本物そっくりの。ええ。主が敵対組織に狙われた時には身代わりで殺される。それが役割です。今時そんなのが本当にいるんだな。ってことはあんたの今の顔は作り物の顔です。大掛かりな整形手術を受けました。自前の顔もハンサムでしたけどね。しかしもはや写真すら存在しません。へえ、過去は捨てたってことかい。かっこよく言えばそうです。となると本名も半純義じゃないわけだよな。本当の名前は何てんだ？まだそこまでの仲じゃないでしょう、私たちは。あの半純義とのことを話すには少し遡って説明が必要でしょうね。構わねえよ。俺は時間だけはたっぷりあるんだ。それなら遠慮なく少し長い昔話をさせていただきましょうか。おお、存分にやってくれ。私の父親ははぐれ人言派の一人で、言ってしまえば異国に取り残されたゴロつきでした。そんな父に殴られながら私は貧しい少年期を、どのコミュニティからも疎まれながら育ちました。家庭にも学校にも私にはどこにも安心して過ごせる居場所がありませんでした。かなりすさんだ子供だったと思います。本物の半純義も私と同じようにやはり貧しく阻害された環境で育ちました。しかしその強さや頭のキレ、器の大きさは自然と噂に聞こえてくるほどで、やがて父世代の男たちが老いていく中、半純義が大きな力を持つようになったのです。実際チリジリだったはぐれ人言派は彼のおかげでカムロ町にしのぎを持てるようになった。暴対法にあえぐ登場界とは対照的に人言派は着実に存在感を増していきました。大した男だったみてえだな、その半純義は。ええ。しかし彼を青二歳と侮っていた私の父は愚かにもその流れに乗り遅れ焦ったわけです。なんとか若きリーダーに取り入ろうと叫びたりの脳みそをフル回転させました。そして出した結論が、息子の顔をいじり影武者として組織へ差し出すこと。私は実の父から薬を盛られ眠っている間に顔を整形されたんですよ。マジかよ。ボスに取り入るためにそこまで。影武者を差し出された半純義は苦笑するしかなかったようです。私の顔を見て元に戻せとは言いませんでした。悪くない案だと我々親子を受け入れたのです。ちなみにその親父さんは今どうしてるんだ？死にましたよ。もともと体を壊してましたが、好きな酒に溺れながら死ねて本望だったでしょう。家族仲はまあきっと良くなかったんだろうな。半純義は自分の振る舞いを覚えさせるべく可能な限り私をそばに置いてくれました。そこは私にとっていわば初めていることを許された場所です。私と半純義は明白な主従関係にありましたが、それでも長い時間を共にする中で笑い合い二人で酒を酌み交わすこともあったのです。それを双子の兄弟のようだったといえばあまりに僭越でしょうがね。今のあんたの話し方なんかはその半純義仕込みってことか。本物の半純義にはもっと品がありましたよ。と同時に凄みも感じさせる人物です。とても私の及ぶところではありません。そう言われると
ますます気になってくるな。何がですか？いや、あんたも下ネタとか言うのかなって思ってな。下ネタ？なんで今そんな話を？だってよ、本物のハン・ジュンギは上品だったんだろ。当然下ネタなんかは言わないわけだ。ええ、ハン・ジュンギの口からそんな話題は聞いたことがありません。だけどあんたは影武者なわけだから内面は別人だ。まあそうですね。だったらあんたは下ネタとか言ったりすんのか？バカ話とかダジャレは？昔はその手の話もしましたけどね。おう、あんたの口から聞いてみてえな。やめときましょう。ハン・ジュンギの名前に傷をつけたくないので。すまない、変なとこではしゃぎすぎちまって。いいえ、思ったことをそのまま言う春日さんのメンタル嫌いじゃないですよ。ありがとうよ。まあそんなこと言いつつ俺が本当に聞きてえことは一つなんだがな。何です？そろそろ教えてくれてもいいんじゃねえか？あんたの本当の名前。え？まだ嫌か？ええ、少し驚いただけです。別に何も問題ありません。この世に生まれた時、私はキム・ヨンスという名でした。キム・ヨンス？もうその名前に戻る気はありません。本物のハン・ジュンギももう亡くなりましたから。その本物の方は頭に銃弾を受けたっつったっけ？ええ、東京へ進出していた広島の組織とごたごたがありましてね。その時あの人の死でジンゴン派は事実上の壊滅となったのです。しかしジンゴン派が全てだった私に行き場はなく、後で仲間たちと落ち合う場所もなかった。頼れる人間は世界中のどこにもいません。砂漠で狼の群れに囲まれたようなものです。なかなかきついな、その状況は。わずかな望みをかけた先は在日のコミュニティです。しかし彼らはマフィアの一員である私を受け入れてはくれませんでした。今にして思えば仇として真っ当な生活を送る人たちの当然の反応です。それなのに私はうろたえ取り乱し、同胞を見殺しにするのかと掴みかかっていった。そうか。通報を受けた警察が現場に駆けつけてきました。そのまま連行されるところです。通常ならば。お？なんだよ、気持たせる言い方しやがって。警官たちは偽物だったんです。そして私が連れて行かれた先は異人町。じゃあつまりその偽警官たちってのは孫妃の指示を受けて動いていたコミジュルのメンバーたちでした。コミジュルもかつて人言派だったものの、もう一つの吹き溜まりだったのです。カムロ町を遠く離れた者たちが徐々に集まっていったということでした。